ミルトンチャンネルです。今回は先日取り付けたこの 12V クーラーを快適に動かすために、レノジーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーと走行充電器を使ってサブバッテリーシステムを構築しました。その取り付けた映像がこちら。今回は真夏でも車内で快適に過ごせる大電力のサブバッテリーシステムを構築できてかなり嬉しかったです。これまで車内で電気を使うために様々なタイプのバッテリーを試してきました。こちらは完全密閉型の鉛バッテリー。お値段的にも安く使いやすかったのですが、大きさの割にバッテリーの容量が小さく重い、また充電時間が長いというのがストレスで使うのをやめてしまいました。次に導入したのがポータブル電源。これらはコンパクトで持ち運びやすく、取り回しも良いので、車内での料理や暖房器具の駆動に大活躍してくれていました。これらのポータブルバッテリーの唯一のデメリットは、バッテリーの容量に対してお値段がやや高めになってしまうこと。ポータブルバッテリーは一切 DIY することなく、届いたその日から電気が気軽に使えるのでとっても良いのですが、先日私が取り付けた 12V クーラーは最低でもバッテリー容量が 1200Wh は必要で、このクラスになるとほとんどの製品が軽く15万円を超えてきます。また 12V クーラーは直流電源なので、交流電源がメインのポータブルバッテリーで動かすと電力ロスも発生し、あまり効率的とは言えません。また安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの最安値の機種と比較しても、同じくらいの電力の場合、大きさも値段も倍近くのコストがかかってしまいます。こういったことも踏まえ、今回はコスパの高いサブバッテリーシステムを DIY で構築することにしました。実はこの製品、レノジージャパンのホームページでは頻繁にセールが行われており、Amazon より若干お安く手に入ることがあります。今回私がこれから DIY するヒート機能付きのバッテリーも期間限定ではありますが、Amazon より約2万円引きで購入できるようになっていました。ヒート機能付きスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。内容物はバッテリー本体、起動スイッチ、電子保証書、ステッカー、配線接続用のボルト2つ、そして日本語の取扱説明書になります。こちらの日本語の取扱説明書も分かりやすい日本語で書いていますので、こういった面ではすごく安心です。バッテリーの構造はとてもシンプルで、プラス極とマイナス極、そして RS485 アップポートとリンクポートというのがここに2つあります。この RS485 アップポートとリンクポートはこのような形状になっていて、この起動スイッチはこのアップポートの方に挿して起動させるようになっています。ご覧のように接続すると電気がつくようになっていて、この電源オンオフボタンを3秒間長押しすると暗い表示になります。この暗いスイッチの状態は休眠モードと呼ばれ、電気が流れません。これは他のバッテリーにはないとても良い機能の一つで、通常のバッテリーはプラスとマイナスの端子につなぐとこのようにいつでも使える状態になっているのですが、この付属のスイッチを接続し3秒間長押しすると電源がオフになります。そしてこのスイッチを抜いてしまったとしても、このようにオフの状態を保ってくれるので、安全にバッテリーの接続をすることが可能です。また電力の放電も限りなく少なくなります。このスマートリチウムバッテリーはセルタイプがリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、定格容量 100A、高照電圧 12.8V ですので、約 1280Wh の電力があります。普段私が使っているセルパワー500の約2倍以上、重さは 11.8kg でセルパワー500より若干重いぐらいですが、非力な方でも両手を使えば問題なく持つことができます。こちらのバッテリーはこのように横に取っ手がついているので、持ちやすいというのも利点だと思います。そして大きさも 537Wh のポータブルバッテリーと比べてもやや小さいのが印象です。またこちらのスマートリチウムバッテリーは BMS バッテリーマネジメントシステムというのが採用されており、セルの過充電、過放電、過電流等を防ぎ、ショート対策もできるようになっています。
特に私が一番気に入ったのがバッテリーの低温放電を保護してくれる機能で、バッテリーの温度が5度を下回ると作動し、10度以上になると温めるのを停止してくれます。私のように真冬の北海道に行く人間にとってはこの機能は欠かせない機能だと思います。実は今年の冬、真冬の北海道で車中泊した際、こちらの EB55 が低圧アラームが出て一時的に使えなくなりました。その際、私はセルパワー500というポータブルバッテリーを別で持参しており、そちらのバッテリーが低温でも使えたので問題なかったのですが、そういった極限の環境で車中泊される方はそれほど多くないかもしれませんが、この低温になった際にバッテリーを保護してくれる機能はとても安心です。今回は充電方法にもこだわりました。交流用充電器を使い、家で充電したり、シガーソケットからインバーターを使用して充電する方法も考えましたが、これは 20A、約 240W までしか充電できません。今回は 12V クーラーを動かすにあたり大電力が必要なので、走行充電とソーラー充電の両方ができる 30A の MPPT 走行充電器の Bluetooth モジュール付きを選びました。これで最大約 360W の充電が可能になります。 MPPT とはマキシマムパワーポイントトラッキングの略で、これにより太陽光パネルからの出力を最大化、常に太陽光から最大の電力を得ることが可能になります。内容物は充電器本体、バッテリー温度センサー、スマート発電機用の IGN 信号線、 RS485 通信ケーブル、取扱説明書にヒューズ、こちらは電子保証書になっています。こちらの QR コードにアクセスすると保証書のサイトにつながるそうです。そしてロゴ、あとは金具一式ですね。この走行充電器の取説は全て日本語で記載されていて、取り付け方法や操作方法もこのように分かりやすくまとめられていますので、こういった点も安心です。こちらの3本のケーブルも詳しくチェックしていきます。こちらはバッテリー温度センサーがついたケーブル。この部分が温度センサーがついているようで、このように独特なカプラーで充電器本体に取り付けるようになっています。こちらのスマート発電機用の IGN 信号線は、私のエブリィには使う必要がないようで、今回は使用しませんでした。そして次にこちらの RS485 通信ケーブル。こちらは充電の監視や制御のためのデータを送信するそうで、このように LAN ケーブルのようなカプラーの形状をしています。オプション購入の Bluetooth モジュールもチェックしていきます。内容物はモジュール本体、取扱説明書、電子保証書、ステッカー。この Bluetooth のモジュールは LAN ケーブルのような形のカプラーがついていて、させる場所が決まっているので接続ミスがないのが安心です。充電器本体のケースを開けてみると、このように接続する部分が文字できちんと書いてあります。走行充電器のマニュアルに従って配線をしていきます。このマニュアル、日本語でとても分かりやすく記載されていて、安心して配線できました。ソーラーパネルの端子も仕込んでいきます。ソーラーパネルの接続端子は、この PV プラスという部分とネガティブマイナスというところにつなぐようになっておりますので、この部分につなげられるようにソーラーパネルの MC4 ケーブルに M8 の丸型端子を仕込んでいきます。この丸型端子は電線のサイズが 6.64mm まで使えるようになっておりますので、この MC4 ケーブル 5.5mm が使えると思います。はい、問題なく入りますので、これで圧着していきます。圧着はダイソーの電光ペンチ、こちらはマイナス端子側ですので、あらかじめ黒い絶縁キャップを仕込んでいきます。はい、ちょっとぐちゃぐちゃではあるんですけれども、絶縁キャップをかぶせておきます。はい、なんとかどうにか形にできました。プラス極側の RC4 ケーブルにも丸型端子を仕込んでいきます。配線ミス等が絶対にないようにしたいので、絶縁キャップの赤を取り付けます。はい、ちょっとガタガタですけど圧着できました。赤がプラス側なので、これでミスなく接続できると思います。この2本のソーラーパネル用 MC4 ケーブルは、プラスを PV プラスと書いてある方の赤いケーブルに接続、そしてマイナスはこのネガティブマイナスと書いてある方のケーブルに黒いマイナスケーブルを接続します。走行充電器はプラスドライバーでもナットでも両方のタイプで締めれるので、これは便利です。次はこの走行充電器とサブバッテリーをつないでいくんですが、プラス側の端子をつ
つなぐ部分がアウトプラスと書いてある部分、マイナスの方はこのネガマイナスというところにつなぐんですけれども、Amazon で購入したこの8スケアのケーブルを購入したんですけれども、これをこのままこのプラスの端子をつないでしまうとヒューズが入っていないので危険です。で、ヒューズを Amazon で購入しました。購入したヒューズがこちら、ハドソンサブウーファー用品、こちらの 40A のヒューズが入ったものを購入しました。まずはこの走行充電器とこのサブバッテリーの間に必ずヒューズが入っていないとまずいので、40W のヒューズをつないでいきます。このヒューズ、すべてのバッテリーのプラス端子側にショート対策として仕込む必要があります。これは車のバッテリーのプラス端子側にもヒューズを仕込む必要があるので、中継しやすいようAmazon の切り売りのケーブルも追加で購入しました。この Amazon で購入したケーブル、実はこれ2本組でプラスの方の赤とマイナスの方の黒、セットのものしか売っていませんでした。こちらのヒューズなんですが、メインの車のバッテリーにもサブバッテリーにも両方ともにプラスの端子部分に仕込まなければいけないので、今回必要なのは赤のプラスケーブルのみですので、この赤い熱収縮チューブを黒ケーブルに仕込んで赤に見えるように細工します。電気の配線ミスはショートや最悪の場合火災等にも発展するケースがありますので、ミスが起こらないよう細心の注意を払って作業していきます。この黒いケーブルは赤いこの熱収縮テープを使ってこの黒いマイナスケーブルを赤に変えていきます。赤い熱収縮チューブを仕込み終えたら、適当な大きさにハサミでカット、ライターで炙ってケーブルに密着させます。黒いマイナスケーブルを赤のプラスケーブルすることができました。ちょっとこの辺り私の火の当て方が微妙すぎていびつになってるんですけど、この辺は少し綺麗にできたんでいいかなと思ってます。火の当て方なんですけども、この辺りは火をこのように横方向で当てていたのでいびつになってたんですけれども、このケーブルを立てて火を当てていくと、少しまっすぐにケーブルをすることができました。これも使っていきます。ケーブルの推奨サイズは8スケアなので、全て Amazon で端子付きのケーブルを揃えました。ヒューズの仕組みは簡単で、このようにナットで留める形になってますので、ここにケーブルをつないで上からワッシャーを入れて固定していきます。サブバッテリーと走行充電器のケーブルは短くて構わないので、短いもの同士を接続します。仕上げは 14mm のラチェットレンチで締めていきます。あとはケースをかぶせれば OK です。こちらは短いのでサブバッテリー用のヒューズとケーブルになります。続いて 2.5 メートルの8スケアのケーブルと50センチのケーブルもヒューズを仕込んでいきます。車のメインバッテリーとつなぐケーブルにもヒューズを仕込むことができました。ではこのヒューズを仕込んだケーブルを走行充電器のアウトプラスというところにつないでいきます。マイナス端子の方はネガマイナスというところにつなぐようになります。ソーラーの MC4 ケーブルの端子と同じところにつないでいきます。実はこのマイナス端子をつなぐところは1箇所しかないので、これは間違いようがありません。つなぎ終わりました。サブバッテリーのこの部分に絶縁対策としてこのような絶縁キャップを購入しました。かなり巨大なんですけれども、ここにたくさんのケーブルがつながってきますので、このぐらいの大きさがあった方がいいかなと思ってこれを購入しました。この絶縁キャップを仕込んでここに接続をしていきます。続いてマイナス端子の方も同様につないでいきます。絶縁キャップを仕込みます。これでソーラーパネルのケーブルとサブバッテリーのケーブルつなぎ終えました。続いてバッテリーの温度センサーもつないでいきます。この温度センサーはこの部分がおそらくセンサーになっているんですけれども、挿すケーブルがこれは緑色のハウジングコネクターというそうなんですけども、これを走行充電器の BTS と書いてある世界的に有名なヒップホップグループと同じ名前の部分のポートに挿していきます。この部分ですね、ここに挿していきます。これだけで OK です。この温度センサーを置く位置なんですけれども、バッテリーの上部にこのように置いたり、バッテリーの側面に置くのがいいということなので、車に合わせてみておきたいと思います。続いてこちらの IGN 信号線というケーブルなんですけども、私のエブリィはスマート発電機ではないので、こちらのケーブルは使わない形になります。なので今回は接続しません。ちなみにこの BVS と書いてある端子の部分にはバッテリー電圧センサーという別売りのケーブルを挿す部分になっていて、こちらは現在日本では発売されていないので、
今回は使用しませんでした。 Bluetooth モジュールもつないでいきます。これはこの部分の RS485 ポートという部分に挿します。今電源を入れてないので電気はついていませんが、これから電源を入れていきます。電源はこのスイッチで入れるようになっています。この LAN ケーブルが接続されたこのスイッチをこの部分、アップと書かれている左側の部分に挿していきます。そしてこの部分を長押しします。これで電源が今入った状態です。そうするとこの Bluetooth モジュールも緑の光がついて電源が入った状態になりました。この Bluetooth 用のアプリをダウンロードします。ダウンロードするアプリは Renogy DC Home。これは無料で使えるアプリになっています。これでデバイスを追加するためにこのプラスボタンを押します。Add デバイスを押します。デバイスの検索中になります。走行充電器 RBC30D が出てきましたのでこちらを押します。確定を押します。これでつながりました。 Bluetooth がつながった状態になると青い LED が点滅しだします。このアプリが表示されるとこの部分を押すとこのような表示が出てきます。サブバッテリーの温度は現在25度、走行充電器の内部の温度も26度とほぼ同じ温度になっています。バッテリーの電圧が 13.3V になっています。細かい設定はこの3つの点を押したところの設定を押します。そうするとこのバッテリータイプというのが出てくるんですけども、こちらを押すとリチウムとありますので、このバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーですのでこちらを押します。確定を押します。これでブースト電圧ですとかそういったものが出てくるようになりました。バッテリーのインジケーターなんですが、この部分がサブバッテリーのインジケーターになっていて、こちらは黄色いランプが点灯していますのでバッテリーの状態が正常ということを表しています。そしてこの端っこの部分のこのチェックマークなんですけれども、現在これは青いランプがついているんですけども、これはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが接続されていますよというマークになっています。こちらのバッテリーの電源を切る場合はこの電源ボタンを3秒間長押しして電源を切ると全ての電気が消えるようになっています。これでこの部分にはもう通電されていない状態になります。はい、続いてこの走行充電器から出ているこのネガにつないだマイナスのケーブルとマイナスの端子をつないでいきます。ついでなので今回はインバーターもつなごうと思ってますので、このインバーターの部分もここにつないでいきます。インバーターとは直流の電気を交流に変換できる機械で、この大橋産業の制限範インバーターを使えば IH 調理器具やパソコンへの充電等さまざまな電化製品に使えるようになります。この接続はレノジーの取り付けマニュアルにマイナス極からつなぐようにとの指示がありますので、説明書に従いマイナス極から接続していきます。ポータブルクーラーのマイナスの端子のケーブルもこのサブバッテリーのこの部分に3本同時でつなぎます。接続にあたっては絶縁キャップを全てこの中から入れてつないでいきます。絶縁キャップに3本のケーブルを通してもまだ若干のスペースに余裕がありました。マイナス端子の全てのケーブルつなぎ終わりました。続いて車のメインのバッテリーにつなぐプラスのケーブルもつないでいきます。このケーブルは ALT プラスと書いてあるこの部分につないでいきます。車のメインバッテリーからつなぐ端子をアルトプラスの部分につなぎました。はい、続いてサブバッテリーのこのプラスの端子につないでいくんですが、今回つなぐ端子は走行充電器のアウトの部分から出ているプラスの端子、これヒューズ付きです。そして制限範インバーター、こちらのプラス端子から出ているケーブル、これもヒューズ付きです。そして 12V のクーラー、こちらのケーブルもヒューズ付き。すべてプラスの端子につなぐものにはヒューズがついている端子をこの部分につないでいきます。つなぎ方は先ほどと同じで、ケーブルを絶縁キャップでひとまとめにしてこの部分に接続していきます。はい、絶縁キャッププラス側もマイナス側も無事取り付けられました。赤いインジケーターがついていますので、ソーラーパネルからこちらのサブバッテリーの方に充電されています。続いて、メインの車のバッテリーを一旦マイナス端子を先に外して、次にプラス端子を外して走行充電器の端子をここにつけていきます。そして走行充電器のケーブルはこのバッテリーのこの部分には直で挿すことはできないので、この横の部分に挟み込んで固定していこうと思います。
仮固定し終えたらプラス端子をつないでいきます。次にマイナスのケーブルの方も同じように固定していきます。この部分に丸型端子でこのように入れて上から締め上げるような感じです。そしてある程度締まったらこの部分に刺してレンチで締め上げるだけです。はい、がっちり固定することができました。このように接続したケーブルなんですけども、ゴムパッキンのこのふにゃふにゃしている部分を利用して後ろの車内の方に引き込んでいきます。引き込んだ状態がこのような感じになっていて、この部分から出しています。そしてこの赤いプラスケーブルには万が一のショート対策で 40A のヒューズを仕込んでいます。そしてこのように床下の部分を通してケーブルを引っ張ってきていまして、こちらの方に出している感じにしています。メインバッテリーをつなぎましたので、この走行充電のオルタネーターの部分のインジケーターがきちんと動くかエンジンをかけて確かめてみたいと思います。はい、今アイドリングしている途中なんですけども、このようにオルタネーターの表示が赤になりました。この表示は発電機の方からサブバッテリーの方に充電されている状態になっています。 Bluetooth で接続をしてチェックしてみました。216W 発電しているようです。電流が 15.27A、 今充電されています。電圧も 14.2V 出ています。現在の気温が30度、バッテリーの残量が 100% になっています。ではエンジンを止めてみます。しばらくついているようなんですけれども、30秒ほどすると消えるっぽいです。オルタネーターの赤い充電のインジケーターが消えました。こちらの Bluetooth の方も 0W、0A、全て0になりました。ソーラーパネルでのみ今充電できている状態になっています。サブバッテリーの方は全て充電されていない状態になっているんですけども、しばらく待っているとこのように、オルタネーターの方に点滅、赤いインジケーターの点滅があるようになりました。これはソーラーパネルから、メインバッテリーの方に充電がされている状態だそうで、サブバッテリーのインジケーターが緑色、これは 100% の充電がされているそうなので、それもあってソーラーパネルからメインバッテリーの方に今充電がされている状態になっているようです。外気温31度、ご覧のような薄曇りの環境下で真夏の深夜の車中泊を想定し、太陽が当たらない状態で 12V クーラーを動かしてみます。はい、ただいまの時刻3時5分、車内の気温が 29.5 度ですね。車内は結構蒸し暑いのでクーラーをつけてみたいと思います。動かす動力はこちらのリン酸鉄リチウムイオンの 100Ah のバッテリーです。では電源入れます。もう稼働直後から結構冷たい空気が出てきてます。すごい涼しい。現在の時刻15時9分、エアコンをつけて4分後ですが、冷風吹き出し口の温度は 10.9 度ですね。めちゃくちゃ冷えてます。すごい涼しいです。車内の気温が、27.5 度まで下がりました。めちゃめちゃ強力ですね。もう5分後にはかなり快適な空間になっちゃいました。ちなみにご指摘いただいた部分のこのアルミのこの金属部分なんですけども、うっすらこのように結露しています。なのでこちらにはちょっと何らかの対策をしないとまずそうですね。この部分の温度は若干暖かくなっています。ちょっと温度を測ってみたいと思います。まず結露している部分、ここが 13.5 度になっていますね。そしてその隣のパイプ、おそらく冷媒ガスが通っている部分だと思うんですけれども、こちらは 16.9 度。そして今ちょっと暖かいと私が申し上げた細いパイプの部分、このホースのパイプの部分が、こちらが 25.1 度。はい、3時25分、現在の車内の気温が 24.4 度、湿度 85%、 車外の気温が 30.8 度、湿度 58% ですね。かなり冷えて結構寒いぐらいになってきました。こちらの室内機の音量なんですけれども、室内機のそばの音量は約69デシベル、風量は最弱の状態。個人的な主観では音量はややうるさいかなと思っています。扇風機を強で回しているぐらいの音量が出ていると考えていただいたら分かりやすいかと思います。現在の時刻4時7分、
約1時間ほど 12V クーラーを回しました。車内の気温は約26度、車外の気温は3番の 32.9 度。Bluetooth アプリの値もチェックします。レノジー DC ホームアプリを立ち上げます。実はこのアプリ、取り付け説明書通りに接続しているので問題なく使えると思っていたのですが、この接続方法ではバッテリーの残量が表示されません。実はこの検証をやった後にバッテリーの残量と発電量を同時で確認できる方法を見つけたのですが、現時点では電力の残量だけが分かれば良いので、サブバッテリーに直接 Bluetooth モジュールを挿し電力を確認しました。 Bluetooth モジュールを挿す位置はバッテリー左側のアップポート。バッテリーの残量を細かくチェックしていきます。1時間で約 37% 電力を消費していますので、ちょっと私がかなり冷やしている、この車を冷やしているというのはあるんですけども、この49ということは、かける12ボルトなので約600ワットの電力を消費していることになります。1時間稼働させた後の車内の気温は26度、車外の気温が37度あるので、これは仕方ないかもしれませんが、結構激しく電力を消費しています。100アンペアアワーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーでは、一晩このクーラーを動かすにはちょっと物足りないかもしれません。コンプレッサーが停止した状態の電力もチェックします。コンプレッサーが止まっている状態では 2.62 アンペアなので、コンプレッサーで車内が冷え切った状態になると30ワット程度の消費電力になります。コンプレッサーが動いている時の電力が600ワットでしたので、停止すると約20分の1まで電力が下がります。はい、時刻は5時8分。バッテリーの残量が 54.6%、2時間で約半分まで減っています。車外の気温は 31.1 度、そして車内の気温が 25.7 度、冷風吹き出し口の温度は 10.4 度。エアコンの室外機の音量も測ってみました。距離約30センチで70デシベル程度、そして1メートル前後離れると約58デシベル程度。家庭用のエアコンの室外機の音量も測定しました。音量は約70デシベル前後。普通の室外機も70デシベルを超えてますので、ほとんど変わらないと言えます。7時5分、こちらのエアコンを動かし出して約4時間が経った計算になります。バッテリーの残量は 40.37%、車外の気温 27.7 度、車内の気温 24.7 度、バッテリーの残量は約 40% です。21時5分、 12V クーラーを動かし始めて6時間が経ちました。バッテリーの残量は約 26%、 6時間使用で4分の3のバッテリーを使いました。そして外気温が 26.6 度、車内の温度は 24.9、 比較的涼しい日ではあるんですけども、バッテリー的にはまあまあ持ったかなという感じですね。この 100mAh のバッテリーだとギリギリ一晩持つかなといったようなところでしょうか。走行充電ですとかソーラー充電がないと連泊はおそらく厳しいと思います。今回は猛暑というよりも、このコンプレッサーが動いてない待機の時間が多かったので、この程度の消費電力で収まりましたが、外気温が30度をずっと超えているような日ですと 100A のものだとちょっと厳しいのかもしれません。この 12V のクーラーを快適に動かそうとすると 100A のバッテリーは最低でも欲しいかなといったようなところです。できうれば 150A、 可能であれば 200A のバッテリーがあれば、こちらの 12V のクーラーは快適に使うことができると思います。時刻は21時21分、バッテリーの残量は 23.48% まで下がりましたけれども、一旦これで電源を切って明日走行充電とソーラー充電を試したいと思います。このクーラーは電源を切ると一瞬で静まり返るように静かになります。以前の動画で取り付けた 100W のソーラーパネルをエブリーの上に設置していきます。ソーラーパネルはあらかじめルーフキャリアに取り付けた状態で付けていくと簡単に取り付けることができます。ソーラーパネルの位置が決まればネジでルーフキャリアを固定すれば OK です。設置したソーラーパネルに MC4 ケーブルをつなぎ、走行充電器を接続していきます。 MC4 ケーブルはプラスとマイナスで端子が違うので差し間違いがありません。こちらもすぐに作業が終わりました。6時間のクーラーの使用で 23% まで減ったバッテリーの残量をソーラーパネルのみで丸1日
約12時間充電してどのぐらい発電できるかも検証してみました。私の使っているドキオソーラーパネルは 100W でエブリーに乗せると約4分の1ほどの面積を占めます。こちらは最大 5.5A の発電で、レノジーの充電器と組み合わせて約 60W の充電が可能です。検証日の天候は快晴ではありませんが、おおむね晴れ。朝7時の段階でも 2.08A の発電をしていました。ここから日没までソーラーパネルのみで充電させて 23% から 48% まで回復。丸1日で 25% の充電を貯めることができました。走行充電も試してみました。この充電でもかなり面白い発見がありました。それは車の走行状況により充電する電気の量が変わること。私のエブリーで街中の一般道を走る際の充電量はおおむね 18A、約 250W 程度だったのですが、高速道路や流れの良い幹線道路を走るとこの充電量が約 30A、充電ワット数が約 420W まで増えました。この走行充電器は 30A 用ですが、メインバッテリーからの出力電流は 34.18A 出ており、車を高速運転していればかなり大電流の充電をできることが分かりました。 48% から始めた走行充電は走行する道にもよりますが、2時間程度運転すれば 100% 満充電できる印象で、1日の走行距離の長い方は連泊でクーラーを使うことができるかもしれません。そしてこのバッテリーなんですけども、数日使って気づいたことがありまして、これちょうど12時間ほど放置したんですけども、 100% になった後もこのように待機電力としてこういったところで電力が使われていきますので、今 98.43% ですので 1.57% 減ってることになります。なのでもし待機電力が気になる方は、このスイッチボタンをここの Bluetooth モジュールを外して接続して、休眠モードにしてあげると待機電力が減るのが緩和されると思います。直射日光の当たる炎天下でも 12V クーラーを動かしてみました。はい、時刻は14時53分。車内の気温は 42.3 度。直射日光の当たる日向なのでかなり暑いです。バッテリーの残量 99.94%、 ほぼ 100% ですね。現在 0.13A 発電しています。バッテリーの残量が 100% に近いとソーラーパネルからほとんど充電されないようです。エアコンを動かして車内を冷やしていきます。日向の炎天下で車内を冷やしながらバッテリーがどのぐらい持つか検証です。クーラー起動直後の消費電流は 55A、 約 660W。 ソーラーパネルからの充電電流は 3.45A、 約 46W。 クーラーは26度設定にしています。1時間後、3時54分、気温は 24.9 度まで下がりました。バッテリーはかなり使用していて 48% まで減りました。やっぱり真夏の直射日光がこのように当たっている状態ではかなりバッテリーを食います。気温を25度まで下げるのにバッテリーを 50% 近く消費しました。私のエブリーは多少の断熱はしていますが、真夏の直射日光下ではコンプレッサーが動き続けるのでバッテリーの持ちが悪そうです。約2時間後、時刻は4時51分。それでバッテリーの残量は 16.88、 かなり減りました。現在の気温は 26.5 度。車内に行っても快適に過ごせる温度であると思います。ですがやはりこのように車自体に太陽の光がすごく当たっていて、車自体が熱せられているので、やっぱり冷やすにはかなりの電力を使います。直射日光だと2時間ちょっとがもう限度だと思いますね。もう 16.88% なので、もうあと15分20分したら多分この電源は切れてしまうと思います。レノジーの 100Ah のバッテリーなんですけども、直射日光下で使うにはソーラー発電をしていても2時間程度が限度だと思います。ちなみに直射日光下での結露なんですけども、このように結露してしまっています。結露対策をした方が良さそうです。ほんの少しなんですけども、ここに結露が垂れてしまっています。ちなみに排水パイプなんですけども、水は特に出てきていないようです。コンプレッサーが激しく回っている状態での音量は約75デシベル程度。ではバッテリーの残量が 9% を切ったので、この炎天下でのクーラーを回す実験も終了したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。